古山正幸 K トラックス。古山正幸 K トラックスパーソナリティの古山正幸です。アシスタントの日本放送広田美幸です。今日はですね、番組ゲストがいらっしゃってるんですが、韓国からなんとリモートでご出演という。ありがとうございます。広田さん会いたかったんですよね。すごく会いたかったんです。話題のガールズグループイズナの皆さんです。皆さんお元気ですか？お元気ですか？かわいい。僕はもう久々に再会なんですけれども、いやーなんか元気そうで、でも不思議ですよね。画面でリモートで6分割されてる。6分割されてます。手振ってくれてます。皆さん元気そうで。はじめまして。はい、広田さんです。よろしくお願いします。じゃあイズナの皆さんご挨拶インサブトプタケゲスミダ。せーの、こんばんは、イズナです。いやーでも韓国ですから向こうは、なんか画面越しでも本当に可愛さが伝わってきます。ありがとうございます。本当に可愛い。イズナ応援団ですから。はい、私も入ります。はい、ということでまずはじゃあお一人ずつ自己紹介をお願いしてもいいですか？マイさんからお願いします。はい、こんばんは、イズナのマイです。すごく楽しみにしていました。よろしくお願いします。はい、こんばんは、イズナのパンジミンです。よろしくお願いします。こんばんは、イズナのココです。今日はこうやって出演できてすごく嬉しいです。よろしくお願いします。こんばんは、イズナのユサランです。よろしくお願いします。こんばんは、イズナのチャカムンです。よろしくお願いします。ね、こんばんは、イズナのパカパカセコチャンセビです。よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれではですね、イズナについてまずは広田さんから簡単にどんなグループなのかご紹介いただきます。はい、グローバルガールズグループプロジェクトアイランド 2NA から誕生。2024年11月にデビューしたガールズグループです。今年は KCON ジャパンやサマーソニックで来日し、日本の音楽ファンを魅了しました。話題のねアイランド2から誕生したということもありまして、もうデビューの時からとても注目を集めていたグループなんですけども、前回ですね K トラックスにコメントを実は寄せていただきました。カムサンニーダありがとうございます。ありがとうございます。はい。でその後実はラポスタとか、それから陰気歌謡ライブとかで東京ドームでね、イベントを行ったり、KCON サマーソニック、いろんな大きなステージでねイベントを含めてパフォーマンスされているわけなんですけれども、今までご出演されたイベントの中で特に記憶に残ってるステージはありますか？ココさん、はい。私たちがサマーソニックに出演させていただいた時は、準備の時からすごく緊張していて、初めて野外でパフォーマンスの予定だったのですごく不安だったんですけど、舞台をしてみたらすごく楽しくて、日本のナヤの皆さんの前でパフォーマンスができてとても幸せでした。やっぱりねサマソニは野外ですからね、そうです。独特の雰囲気がありますからね、でもファンの皆さん以外の皆さんの前でパフォーマンスするわけだから、緊張もしましたけども、ファンが増えましたね。はい、すごい微笑みがそこ間違いないです、それがやっぱりフェスの魅力ですからね。そうですね、そして今年6月韓国の音楽番組ザ・ショーに出演されて、ビップでカムバックの後初めて音楽番組で1位も取りました。おめでとうございます。やっぱり1位を取ったっていうのはどんな気分に落としょっよ、1위 받았을 때? 일단 세비가 MC를 하고 있는 더쇼에서 1등을 할 수 있어서 되게 신기하기도 했고, 처음 1등을 한 거다 보니까 너무 뜻깊은 날이었어요. 근데 그때 딱 MC인 세비가 트로피를 건네주는데 되게 감동을 받았던 기억이 있습니다. はい、ありがとうございます。セビさんがこの番組で MC をやっているということもあって、そんなメンバーが MC をやってる番組で1位を取ったということもあって、なんか不思議な気持ちでもあったんだけれども、やっぱり最初の1位だったということもあって、特に嬉しい一日になりましたと。で、セビさんからトロフィーをもらったっていう。
ところでね、そういったちょっと不思議な、感じもありましたけれども、ということでしたけれども。ねえ、セビさん、どうでしたか？어떠셨어요、セビ씨는。 일단 앞에 나야분들이랑 언니들이 있어서 너무 든든했는데 제가 이렇게 언니들한테 상을 줄 수 있어서 너무 영광이었고 평생 잊지 못할 행복한 순간이었던 것 같아요. はい。ね、ファンの皆さんはもちろんお姉さんたちの前でね、そういった特別な瞬間を迎えられて、まあ私にとっても本当に忘れられない、そんな瞬間を迎えることができましたということでしたね。そしてね、初の日本語曲となりました BIP ジャパンエディション。皆さんが特にそのミュージックビデオの撮影の時に忘れられないエピソードとかってありますか？はい、まいです。韓国語バージョンと日本語バージョンを同時に撮影したんですけど、韓国語バージョンの時とちょっとずつ違う部分がたくさんあるので、ぜひその違いに注目して見ていただけたら嬉しいのと、私が一番記憶に残ってるのがセビのシーンなんですけど、前でセビちゃんが可愛い綺麗なふりをしてるんですけど、後ろで私たちが一生懸命隠してるんですね。それをパンって倒した時に出たセビの表情がすごくいいのでぜひ注目して見てほしいです。なるほどね。そこはね、ぜひ注目してほしいと思いますし、同時に撮ったんだね、これ2つをね。だから少しずつその違いがあるっていうから、比べるのが楽しいですね。ねえ、まあ当然ね、歌詞も少し微妙な違いがありますから、それに合わせてね、映像の違いもぜひ見てほしいということですね。まあ伊豆名はですね、日本人メンバーもいらっしゃるわけなんですけれども、他のメンバーは日本語とかってどうやって勉強してるんですか？はい、ジミンです。ココちゃんの어머니가 많이 알려주셨는데 최근에는 난데야는 이걸 알려주셨어요. 오사카 사투리라고 알려주셨는데 그래서 코코한테 가끔 코짱 난데야네 이렇게 사용을 하고 있습니다. ココさんのお母さん？はい、ココさんのお母さん。お母さんが教えてくれてるの？はい、가끔 가르쳐주세요. いや、お母さんからね、お母さんがなんでやねんを教えてくれたっていう。だからそのココさんにも時々なんでやねんをよく使ってますっていう。ココさんどうですか、メンバーの日本語は？メンバーの日本語はみんな覚える速さが速くて、たまに変な日本語を使ったりちょっと上手くなりすぎて、ジミン언니がちょっと上手くなりすぎてる感じがします。ジミンさんが特に上手だっていう。ジミン氏マジャよ。はい、私がメンバーの中で一番上手です。本当に上手です。ありがとうございます。じゃあジミン氏、최근에 배웠던 일본어 뭐예요？最近覚えた日本語なんですか？知らんけどもう배웠어요。知らんけど、もうすべて関西悟りですね。そうですね、関西弁。大阪悟りばっかりですね。さすが。はい。すごい。だってなんでやねん知らんけどってもう、いやすごいですね。みんなね。さあ、そんな伊豆の皆さんですが、9月にはセカンドミニアルバム Not Just Pretty をリリースしました。このアルバムめっちゃかっこいいですね。めっちゃ멋진 앨범입니다。 ありがとうございます。 감사합니다. 저희 이번 2집 앨범 Not Just Pretty는 두 번째 미니 앨범인데요. 저희 이즈나가 Z세대의 감정들을 대변하는 방식을 담았습니다. 그리고 멋지고 화려한 모습부터 강렬하고 때론 여린 감정까지 어느 한 가지 이미지로만 규정될 수 없는 저희 이즈나의 다양한 모습들을 담았습니다. なるほど。今回はその Z 世代の思いをね、代弁するというそんなメッセージが込められているアルバムなんですけれども、かっこよくて明るいというこれまでのイズナのイメージだけではなくって、これまで見せられなかった一つのイメージにこだわらない、私たちのいろんな新しい姿を見せることができている、そんな作品になってますよ、ということですね。もう可愛いだけじゃないと。そうですね。今ジミンさんが答えてくださいました。はい。そう、可愛いだけじゃなくてかっこいい。そうなんですよ。ね、クールなイズナの姿もチェックしていただきたいと思いますが、ではそんなセカンドミニアルバムから1曲お届けしたいと思いますので、コクソゲ曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。イズナでママミア。古山正幸 K トラックス、今日は韓国からリモートでガールズグループイズナの皆さんとつなげてお届けしております。イエーイ。はい。
さあ、それではですね、この時間ははい特別なコーナーをお届けしたいと思います。ひろたさんお願いします。伊豆名のマンマミイエーイ。先ほどご紹介いただきました伊豆名のセカンドミニアルバムのタイトル曲 Not Just Pretty のタイトル曲になりますが、マンマミーヤでございます。はい。で、マンマミーヤにはなんてこったっていう意味があるわけなんですが、そこでこの企画では伊豆名の皆さんに最近なんてこったと思ったエピソードを聞いていくとはい聞きたい。いうことですけれどもね。じゃあ誰からいきましょうか。はい。ココさん。ココさんからいきましょう。お願いします。この前お母さんに会ったんですけど、そのお母さんと会話してる時にお母さんとぶつかってしまって、韓国に住んでて韓国語しか使ってない時だったので、急に「あ、ミヤネ」って言ってしまってママに怒られましたマンマミーヤ。マンマミーヤママミヤ。いや、これね、あるあるです。あるあるです。僕がね、韓国に留学した時に、街中歩いてたら、こうデンってぶつかる人が、だけど한국말 모르니까 죄송합니다. 그렇게 하고 싶었었는데 말을 할 수 없기 때문에 뭐 제가 아는 한국말이 감사합니다밖에 없었어요. 네, 그래서 감사합니다. 감사합니다. 使ってるのにありがとうございます。ずっとありがとうございますって言って言い続けてた。マンマミーヤマンマミーヤ。これよくあります、こういうことね。あります。はい。いやー、お母さんびっくりしたね、それはね。はいなんでやねん。あ、そうそう、これなんでやねん。なんでやねん、こっちゃん。お母さんネタが多いですね。ね、お母さん、はい楽しい方なんですね。はい。じゃあ次行きましょうか。次は誰ですか。はい、サランです。サランさん、はい、お願いします。私たちのマンマミヤパフォーマンスがマンマミヤです. 어떤 부분이 맘마미야ですか? 처음 안무를 받았을 때 그동안 저희가 했던 안무와 되게 다른 스타일이어서 엄청 도전적인 안무가 많아서 되게 놀랬던 것 같아요. 보고 맘마미야 했었습니다. 一番最初にこのダンスパフォーマンスを見せていただいて、自分たちが学ぶ前に、こんなこと私たちやるんだっていう、本当に自分たちにとっては挑戦的なパフォーマンスだったから、まあ、その時に私たち自身もマンマミーヤな感じだったと。でも伊豆名の魅力って그 맘마미야가 더 약간 보여줄 수 있는 노래라고 생각하지 않아요? 私も、ね、そうですよね。なんかこれまでよりももっとこう伊豆名らしい魅力を見せられる曲ですよねっていう今お話ししてたんですけどね。とにかくかっこいいですし、ピタって合ってますし、練習プラクティスの動画、もう大好きです。広田さんプラクティス動画まで見てるんですよ。好き好き。あ、今メンバーがハート作ってくれてますよね。他にいらっしゃいますか、マンマミーヤーな。はい、マイです。はい、マイさんお願いします。私が最近日本で遠くからなんか手を振ってる人がいたんですね。でも私の記憶には会ったことがない人なんですね。でも手を振ってるから、なんか知ってる人なのかなと思ってわーって手を振ってお久しぶりですって言ったら、はじめましてって返されて、なんと納屋の方だったんですね。その時にマンマミーヤしました。いや、それはマンマミーヤですよ。すごいね。はじめましてはびっくりだよね。まさかの納屋とお会いすることができました。いや、でも初回初めて会う人なのかどうかなって、なんか迷惑かけたくないし、だからちょっとドキドキしながら、お久しぶりですって言っとこうかなと思ったら、はじめましてみたいなね。マンマミーヤ。ね、ママ。大人になるといっぱいあります。はい。大変。めっちゃ困ります。そんなことしかないです。そんなことしかないです。だからもう、どうもがいいと思います。どうもが一番いいですね。メンバーの皆さん、あれです、イルボンマル、いいですよね。どうも。どうもいいですよ。どうも。どうもって。どうも。上手。いい感じですね。ということですよ。他にもありますか？タルメバイスミカ？
はいもうみんなあるね。じゃあ聞きましょうよ。セミセミ。はい、お願いします。 최근에 마이 오네짱, 코코 오네짱 선물을 줬는데 제가 일본 편의점 간식을 너무 좋아했는데 언니들이 그걸 사와 줬어요. 그래서 한 입 먹었는데 맘마미야. コンビニが大好きで、間食も、お菓子も、おやつも大好きだから、それをこう買って食べて、マンマミヤという。 크림가 스고이 됐어요. クリームがすごいいい。ねえ。はい、今のはセビさんです。はい、セビさん、はいカムサムニダ。 아리가또 고자이마스. 次は誰ですか？ジョンちゃん。ジョンちゃん、ジョンさんお願いします。 일본에 공연을 하러 갔을 때 항상 편의점에 가거든요. 근데 그럴 때마다 그 편의점의 상품의 표지에 있는 모양이 안에 내용물이랑 크기가 똑같다고 해서 그게 궁금해서 진짜 한번 대봤거든요. 근데 진짜 똑같은 거예요. 그래서 그걸 보고 맘마미야. 休みの時？はい、お家に帰るのに10時間かかって。10時間？どうしたんですか？あ、中足の時？はい。あ、やっそう。ぱり韓国はね、中足の時めっちゃ混むの渋よ。滞がすごいですからね。ねえ。だってプサンまでソウルから大変な時間かかる。 10時間ぐらいかかるでしょ？ソウルへとプサン時間かかかりました。かかったよね。それはマンマミーヤですよ。マンマミヤ。ママミヤ。ねえ、みんなそれぞれね、いろんなエピソードを披露していただきましたが、はいでもやっぱり一番マンマミーヤなのは、マンマミーヤのパフォーマンスをしているイズナかな。うわこれですよ。マンマミーヤ。みんなマンマミーヤって言ってくれてます。はい。ということで、ぜひ皆さんチェックしてくださいね。ここまでイズナのマンマミーヤでした。さて、盛り上がっておりましたが、イズナの皆さんとはこの時間で残念ながらお別れという形になります。では改めてリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今ラジオをお聞きくださってる皆さんに、私たちイズナをまだ知らない方々がたくさんいると思うんですが、この機会にたくさん覚えてもらって、私たちイズナの Not Just Pretty アルバムもたくさん聴いてもらえたら嬉しいです。イズナ覚えてください。はい、ありがとうございます。ココさんありがとうございました。次は日本放送のスタジオで、このスタジオで待ってます。기다리고 있습니다。行きます。来てください。本当来てください。기다리고 있습니다。お願いします。お待ちしております。ということで、この時間のゲストはイズナの皆さんでした。バイバイ。さつまいも